超高齢社会の先駆け、日本。今、その孤独の深淵に世界が注目しています。一説方法来に理白神仏神徳読書者見学見学風刺風刺一説法に真面目に働き、介護に尽くし、病の中生涯を終えた一人の男性。ある現場の記録から現代社会が抱える孤立の正体を紐解きます。今回大阪府にあるとある戸建ての物件なんですけれども、ある一人の男性がお亡くなりになられたということです。ご遺体はもう誰もわからない腐敗していた状況ということでございます。ご覧ください。早速ですけれども、こちらにあるのがそうですね、おそらく血液ですね。はい、です。すごい、今僕マスクしてないんですけれども、匂いがものすごい刺臭が漂っている状況です。ご覧ください。あちらでお亡くなりになられていたと思われます。こちらのベッドとか、たくさん血液が付着している状況です。スリッパに、この辺りも血液ですね。体液がついた下着が散乱しています。こことかすごいですね。もうすごいべっとりついてますね。で、今家具とか家財道具とか、いつもでしたら片付けたりするんですけれども、一旦はご親族の方で全て作業したいということなんです。いかんせんこういう状況ですので、せめて普通に作業できる環境を作ってほしいということでのご依頼でございます。このタンスの下にももう体液が浸透しています。ベッドの足にも血液が散乱している状況でございます。部屋の各所に点在する体液。個人の身に一体何が起こっていたのでしょうか。こちらご覧いただければわかるんですけれども、いわゆる腸であったりとか肛門からですね、血液とか体液が生前も漏れ出ている状況だったと思います。病気を患ってらっしゃって、絶命していったと推測されます。警察の方の推測なんですけども、汚れた状態のものを脱いで着替えている最中に亡くなったんではないかと推測されています。まず一番最初がちょっと自転車でふらついたか転んだかで、近所の方からもうちょっと自転車は危ないからやめときなよっていうふうに言われてから、民生委員の方が来るようにはなっていたんですけども、全然家から出る姿を見なくなったということで、民生委員の方も手紙は入れてるんだけど読んでる形跡もないし、警察の方に通報して、2階の窓から入って発見されたという形ですね。消防の方が窓を、外していただいて、そこから入ったというところで、救
吸盤の跡がガラスを、くっつけて、あと、揺らして外していただいた。近所にいる、遠い親戚の方が、一応立ち会いだけはしてくれた。はい、そういう形になります。そこで他に探したところ、私の母が出た年賀状を発見して、私の実家に電話が行ったんですね。それから私の方に、母からちょっと警察の方に電話してくださいということであって、電話をかけたところ、自宅の2階の部屋で倒れているところを発見されましたんで、ということで、全て施錠もされていて、事件性はないことも確認できました。で、死後2、3週間でしょうということで、監察医の方からも腐食がちょっと進んでいたので、特定ができないということで、死因不詳という形になっております。現場にはスペインのテレビクルーの姿がありました。El término kodokushi se utiliza en Japón para describir esta situación dramática. 彼らがテーマとするのは、高齢者が直面する望まぬ孤独。我々、関西クリーンサービスの方でも、1日に3件4件というこういった悲しい孤独死の現場の清掃を行っております。欧州でも表面化しつつある社会問題、そしてその先駆けとなっている日本の現状を取材するため、我々を訪ねてきたのです。新任一節方法来に李白神仏神徳読勝者見学見学風刺風刺一節王に印象問題神徳読勝者即現消耗。Es una situación muy triste, da muchísima pena. ¿Usted personalmente le afecta de alguna manera? Estar viendo este drama cada día, imagino que será duro también para usted. ¿Cómo le afecta de manera personal? 20年目やっていると慣れてしまったという部分は正直ありますね。人がお亡くなりになられている現場を見て、やっぱり最初は怖いなって思ってたんですよ。中にはゴミ屋敷の中で人が亡くなっていることとか、殺されていたりとか、そういう現場もたくさんありましたけれども、ご親族ですら部屋に入ることすらためらってしまったり、腐敗が進んでて最後の顔ですらちょっと怖くて見れなかったと。お亡くなりになられた個人の方に対して僕たちが最後ちゃんときれいにしてあげるよっていう思いで清掃するように考えてからはもう特にそういう怖いとかショックを受けることはなくなりました。あとは人間も一つの動物ではありますので、犬であったりとか猫であったりとか、どこが人知れず亡くなる、死んでいくっていうのは、ごく自然なことですので、人間自身も自体も人知れず亡くなっていくものなのかなというのは非常に最近感じております。高齢者の孤立という国境を越えた大きな現象。私たちは今どのような未来へ向かおうとしているのでしょうか。個人がどのような人生を歩み、なぜ孤立してしまったのか。おいである依頼者の記憶の断片からその足跡をたどります。あまり関係が希薄だったのであれなんですけども、趣味は旅行と釣りとは聞いていました。そうですね、本当に几帳面な方だったので、そうですね、私もそんなに回数会ったことがあるわけではないんですけども、そうですね、部屋も綺麗で、旅行なんかに行ってもきちっと交通費の、ガソリン代のレシートとかも全部ノートに取っておくような、そういう方でした。
そんなに気難しい方ではないんですけど、やっぱり掃除とか、なるべくしたくないものは置かない。最低限の掃除も常にしてるっていう。そしてあることを境に個人の生活が一変しました。祖父がちょっと地方が出てきたあたりで早期退社してパートで働きながら、祖母と2人で介護をしていたみたいな話は、聞いています。18年前に個人の父親が他界。その後唯一の肉親である母親を3年前に亡くしました。祖母が亡くなった後に私の父と母が一度こちらに来た時にもう雨戸も全部閉め切ってもう夏場でも全然、近所の方々にはもう換気もしてない状態で生活されてたっていう。祖母が生きていた頃はそういうのもちゃんとしていたらしいんですけども、本当にもう家の中に閉じこもりっきりみたいな感じにはなっていたらしいです。そうですね、ただ何分親戚ともご近所ともなかなか連絡とか付き合いをせず遠ざけるタイプの方だったので、こちらから電話しても全然出ないぐらいの、はい。1、2ヶ月に一度電話を入れ、実家の様子を伺っていた依頼者の父。それは同居する祖母の安否を確認するためでもありました。定期的に父も連絡はしていたみたいで、その時にやっぱり祖母の声を聞いてなくて、おじに元気してるかって言ったら、元気にしてんでぐらいの、じゃあ生きてるんやなっていう、それで終わらせてたみたいなので、ちゃんと祖母の声を聞いておけばよかったなっていう。しかし、祖母の訃報を親族が知ったのは死後しばらく経ってからのことでした。きっかけが祖母の資産が別の口座へ移動したという銀行からの通知だったのです。その後、依頼者の父親が他界し、関係はますます希薄になっていきました。多分一人の生活になっちゃって、ちょっと落ち込んでしまったところがあったのかななんてことは考えているんですけども、残ったのが私と兄、要は甥2人と私の母だけなので、頼るのもちょっと気まずかったんじゃないかなっていうのが、頼ってもらったらよかったのにななんて、もう今になっていても遅いんですけども、はい。父の介護のために早期退職を選び、母を看取った後、その深い喪失感から閉じこもりの状態になったのではないか。凄惨な現場を前に遺族はやり場のない後悔をにじませていました。もうそろそろお部屋の中も仕上がってきていると思いますので、一回オゾン止めたいと思います。では入っていきます。
の作業、これで完了しました。はい。体液の方をですね、削り取って除去して薬剤で洗浄してですね、部屋全体に超高濃度オゾン発生器を用いてオゾン充満させて除菌しました。床を張り替えないと、そうですね。夜になるとやっぱりちょっとシミはどうしても残ってしまったんですけれども、当初に比べてかなり刺繍の方も和らいだとは思います。それでもここまで綺麗になったのは本当にちょっと想定していなかったレベルですね。はい。すごく対応も丁寧で、気持ちよくお仕事を任せることができたので、今後ですね、また遺品の方を整理したら、もう一度残った家財などの運び出しとかですね、そちらをもうお任せしてもいいなっていうぐらいには満足しております。これから、遺品の方を整理してから、床やクロスの方は、またやろうと思いますので、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。清掃を終えたその場所で、話題は自然と地域に横たわる高齢者の孤立へ。二人は地道な見守りの難しさ、声かけの現実をかみしめていました。民生委員の方とか一人暮らしの高齢者の方に対してですね、お声掛け、ボランティア活動されていらっしゃるんですけど、結構こう声かけしても毎回声かけなくていいからほっといてほしいとか、見守りを拒否されるっていう方ですごい悩んでますっていう声が多く感じられるんですけど、自分はまだ大丈夫って思ってらっしゃる方が結構いると思うので、一時人と話するのもちょっと面倒くさいとか、それだけで結構緊張したりとか、逆にストレスだったりとか、もういちいち構わないでくれっていう方も多いみたいで、頼れる人がいる方は遠い親戚でも頼っていただいて、あの人一人だなっていう親戚にいればなるべく連絡を取っていただけるとですね、こういったことは未然に防げるんだよなっていうのは今回ですね、感じました。本日はご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。今日本でですね、これだけ高齢者の方が増えて孤独死が増えていく、この状況は自然な流れではあるとは思うんですけれども、どうしても孤立化が大きな問題だと感じております。地域のコミュニティの皆様であったりとか、ご近所の皆様、自治会、もろもろ団体の方ですね、声かけであったりとか見守り活動の方、ぜひよろしくお願いいたします。関西クリーンサービスの YouTube チャンネルでは、孤独死であったりとか8050問題などの社会問題について配信しておりますので、これからもご視聴の方お願いいたします。この動画いいなと思っていただいた方には高評価、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もぜひしていただければ幸いでございます。今回はご視聴いただいてありがとうございました。